プロセッコですよ、プロセッコ。プロセッコ。うん、いい香り。量多くない？多い。多いんや。あ、大野でございます。でも今回その出張の時からずっとプロセッコを飲んできてて、結構味さっぱりやってないけど、これは結構濃いですね。へえ。ここのお店はさ、カルボナーラが美味しいランキングで上位に入ってたお店やって、それ教えてもらって、行ったら予約してないと、席ないよって言ったけど、外やったら1個あるよって言われたから入ってんけど、楽しみやな。じゃカルボナーラめっちゃ楽しみや。あちょっと待ちましょう。うい私は安定のコーラゼロです。これがグリッチーニ、お前グリッシーニ。グリッシーニ。おお、棒になってる。でもなんかこれもうすでに味付いてる感じや。美味しい。これパンの代わりに食べたりするのかな。じゃああやちゃん、これがズッキーニのお花のフリット。そう、ズッキーニはこれセットやってんけど、1個しかないから1人1個で2つつけたらって言って3つになりました。コロッケセットやんな、これは。すげえな。なんか不思議、天ぷらとは違うな、やっぱ。でも似てるよね、粉の感じは天ぷら系やんな。いただきましょう。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。天ぷらみたい。中ちょっと見るこれ。結構ねフラワーが水分があって、これなんていうの、お野菜な感じ。めっちゃ美味しい。白味しっかりついてる。そうなんや。すごいなんか、あ、でもここにチーズ入ってるわ、これ。チーズも入ってるね。こっちチーズ入ってる。あ、めっちゃ美味しい。あ、チーズと一緒だったら美味しいんや。アンチョビかなんか入ってると思う。へえ。魚っぽいなんか。あ、そうなの。アンチョビと普通のモッツァレラチーズみたいなのが入ってる。美味しいよね。ここのお店美味しい。塩味しっかりついてる。だしっぽいな。ちょっとお魚の感じだからアンチョビっぽくない？あれみたい。何やったっけ。アンチョビっすよね、これ。アンチョビ。天ぷらをこうだしにつけて食べる時の味みたいな。そうかな。ちょっと分かれへん。多分これチーズのフリットっぽい。めっちゃシンプル。モルトボードですか。モッツァレラでしょこれ。モッツァレラフリット。モッツァレラ天ぷらでしょこれ。モッツァレラ天ぷら。もつ天。もつ天。もつ天にもつ鍋。もうそのままサクっていっちゃうとズキ天。ズッキ天。ズッキーニの中身天ぷら。ズッキ天。美味しい。美味しいですね。めっちゃシンプル。確かにシンプル。でも天ぷらもシンプルやもんな。日本になんか似てる気がする。天ぷらとワインじゃないやつ。合うよ。合う？めっちゃ合う。これがカチオペーペー。カチオペーペペーペーって言ってる。チーズ黒胡椒。チーズと黒胡椒だけ。シンプル。シンプル。ちょっとカルボナーラみたい。なあ、美味しそう。カルボナーラかと思った。これがアラビアータ。美味しそう。自家製パスタ。自家製パスタが手打ちってことかな。生の多分パスタだと思う。めっちゃうまそう。やばい。なあ。もおお、美味しそう。じゃあ行くね。はい、チーズ&ペッパーですね。このパスタ手打ちやわ。なんで？切れる。なんかね、不思議。プチプチ。そうしてるうちにカルボナーラも来ました。いくよ。じゃあマッシュは食べてみてね。いただきます。この旅で一番美味しいパスタかも。おお、すごい。めっちゃ美味しい。シンプル。ああ、そうなんや。塩コショウとチーズでこんな美味しいパスタ作れるんやって思うぐらい美味しい。感動した。やばい。ちょっとじゃあ私も食べていい？これをちょっと
じゃあいただきまはーい。す。どう？美味しい。ここだってカルボナーラが美味しいお店って言ってたもんな。めっちゃ胡椒効いてる。うんうん。濃い。めっちゃ濃い。多分なんかクリームとか使ってるけど、なんか卵もめっちゃ濃厚な感じもある。卵は濃厚なん濃や。厚。でもめっちゃペッパー効いてる。今までで一番効いてる。でもこれがカルボナーラっぽいかも。美味しい。これはラビアータ。あ、めっちゃバランスいい。へえ。あ、いい辛さ。辛いん？うん。あ、めっちゃ美味しい。実は昨日もラビアータ食べたけど、全然違うかも。やっぱり違うんや。昨日の食べたやつはなんか家庭的な感じやったけど、これはなんかやっぱ麺が手打ちの麺がすっごい美味しい。あ、違う？そのチーズのやつと。全然違う。マジで。やばー。ちょっと食べてみていい？うん、ちょっと待って、カルボナーラもすぐ行くわ。いただきます。カルボナーラ。美味しい。美味しい？めっちゃ濃厚。やろ？麺が意外と柔らかい。あ、そうなん？うん。お、濃いよな。最高やな。でもこれがさ、アラビアータやね。今日はラビアータ。本来この辛さがアラビアータ。美味しい。美味しい。栗麺が俺はめちゃめちゃ気に入った。うん、美味しい。味付けもめっちゃうまい。うまい。ただ辛いだけじゃない。旨味の辛さみたいな。すごいね。いいじゃん、どうですかカルボナーラ。めっちゃうまい。来た。いいですか？めっちゃうまい。ああ、よかった。めっちゃ濃めっ厚。ちゃ濃くないですか。濃い。すごい卵っぽい。卵っぽいし、チターズもこれパンチェッタなのかグアンチャーレなのかわかんないけど、でもねすごいそのお肉の美味しさと油、豚肉の油がよくこのパスタと混ざってて、でチーズも濃厚で卵も濃厚でっていうすごいいいバランスがあってすごい美味しい。やっぱローマはカルボナーラですよ皆さん。美味しい。これはでも一番濃厚。今まで食べたカルボナーラで。ね、そういくつか食べてきたもんね、昨日からね。そうそう、そうでもこのカルボナーラはうまい。これ美味しい。なんかさ、カルボナーラさ、初めに食べたよりもなんか2回目3回目の方がもっと美味しく感じる。めっちゃ美味しい。なんでやろ。分からん。なんか上の方取ってんやん。下に結構ソースがちょっと溜まってて。なんか混ぜた方がいいんやろな、ちゃんと。そう、それがめっちゃ美味しくて。私たちイタリアに来ました。やっと来ました。いや前から聞いてたけど美味しかったけど、なんかこれすごい真髄を感じる。でも、他のお店よりもちょっと高めの設定やからちょっと2、3ユーロぐらい高いぐらいじゃないけど、ただその差でこんだけ美味しくなるんやと思うと驚き。美味しい。予約でいっぱいで入れなかったぐらい、ね、ギリギリだったからね。すごいわやちゃん。めっちゃ美味しいカルボ。これぜひみんなイタリアに行ってカルボ。ここね、この店です。ここです。ほら、これがさっき市場で見たアーティチョークですのローマ仕立て。ローマスタイルって書いてあった。ローマスタイルのアーティチこれっョークです。て全部食べれるんですか。いや、多分嘘。ちょっとこかんなう一旦ここ行ってみるね。ほじほじじゃないんや。切っちゃうよ。あ、いけそう。おお。ボーノ。ボーノ。めっちゃオリーブオイル。言っていた。なんかね、フランスで食べるアーティチョークとはまた調理の仕方が違う感じがする。ああ、そうなんや。ボーノですか？ボーノですね。これは美味しい。
味的には塩っぽいの？オリーブオイルと塩と結構ナチュラル系な感じの味わい。やっぱそうなんやな。うわ、芯がめっちゃ芋っぽい。お芋さんやこれ。これは牛さんのテール尻尾ですよね。尻尾の煮込みで昨日も食べてんお店で。じゃあちょっと違いを。そうでも俺は美味しいと思ってけど、さらにここやったらどんな味になるんやろうと思って。そうやね。どうですか？モルトボーノでございます。柔らかい？だって柔らかい？めっちゃ柔らかい。やっぱしっかり煮込んでる。昨日とね食べ比べてどうかやな。でもなんか焼き色ついてない感じだよね。あんまり焼き色つけてから煮る感じじゃないのかもしれない。これ直で煮込む感じだ。本当にトマトっぽいよね。純粋に色も全部トマトだしね。美味しい美味しい。でもやっぱ焼いた香りはしない。茹で。でも昨日食べたやつはすごいなんかチキンブイヨンの味が強くて。チキンブイヨンな感じ。チキンブイヨンな感じだった。しかもキューブの。はいはいはい。あれの味が強すぎて、なんか本当にスーパーで売ってるパッキングされた料理の味、出来やすい味、とか、なんか湯煎で温めてレストランで提供するなんかドライブイン的なところで売ってるような味がしたのね、料理が。けどこれはすごいナチュラルな味で、すごいなんか自然な美味しさ。なんかその鶏のブイヨン臭がしないっていうことは、お塩とあとはそのこのテールのだしで味がついてる。このぐらいだと思う。美味しいね。後残りないからいいよな、こういう料理って。何がない？食べた後になんかこう残るやん。そう、化学系の味って結構味残るけど、イタリアンは残らんね。ここのはね、ただ残らん。なんか塩は多いから次の日顔パンパンになりそうだけどそれ以外はなんか足めっちゃむくんだもん。関係ある？それは仕事でめっちゃ歩いたしでもめっちゃパンパンなるよな。でも美味しい。残らんね。そうやわ。最高です。なんかちょっとフランスも似てるから楽しい。なんやろ、イタリアンはあるやん一応、日本もあるやん。初めて本場のイタリアンを食べて。やっぱりこう日本のイタリアンは日本人カスタマイズされてるし、イタリアのイタリアンはやっぱイタリア人向け。そう、なんかイタリア人、その今回お仕事した人がイタリアに住んでる人やから、その人の話聞いてると、イタリア人は結構こう伝統を守る文化があるっていうから、その味付けとか料理もすごくシンプルで、しかも変えない、あんまり変えないみたいなのを聞いて納得したよ。なんか今食べて、なんかずっとこういう味を守ってんかなって心意気を感じれてよかったね。やっぱなんか、やっぱ文化やね。食は文化です。文化ですね。ありがとう文化。ティラミス。おお。結構硬い。硬い？マスカルポーネ多いのかもしれない。おお、ほんまや。硬い。おお。どうぞどうぞ。めっちゃうまい。そう。濃厚よ。マジで？すごい濃厚。おお。めっちゃ美味しい。これやばいっすね。美味しい。めっちゃ美味しい。俺今まで食べたチラミスでちょっと1位かもしれへん。ほんと言い過ぎじゃないかも。これめっちゃうまいっすね。頼んでよかった。これはうまい。コーヒーのバランスもめっちゃいいし、そしてカプチーノ。マッシュがなんと1日2回もコーヒーを飲んでいるという。合うわ。最高です。最高ね。美味しい。これがチラミスなんですね。このココアパウダー、パウダがーたっぷりがめっちゃちょうどいい。苦味が美味しい。
この白いとこめっちゃ美味しい。白いとこマスカルポーネマスカルポーネかな。最高や。気に入りました。すごいあっさりやけど濃厚やけど、めっちゃ食べやすいな。美味しい。うまっ。コーヒーなんや。マシャヤビデオ。すごい。これ何やえちゃん。これあれやんな。こうやってギュッてやるやつやね。触らないでってほんまや。ろうそくのろうで、じゃあキャンドル、ろうそくろうでこう封するやつやん。ね、MA あるんじゃない？すげえ。MA やったら買おうや。MA やったら買おうか。いろんなイニシャルがあるねんな。NA か。あれ？聞いたらいい。書いてるわ。A で B で。ほんまや。じゃあ AA とかなんか。M の A やから MA ないわほら。M の A だけないちょうど。なぜ？ M やったらある。見てあやちゃん。ほら。ほんまや。イタリアの紙がほら売ってる。ちょっと。かわいい。見ようか。見てみよう。時間だけ見て。うわあ。すごいな。わあ、すげえ。すごいね。かっこいい。やっぱこういうちょっと違うね、遺跡がやっぱレベルがすごいわ。石っぽい色してんな。白じゃないな。なんかもっと古い感じがする、パリにあるやつよりも。確かに。これがパンテオンじゃないかな、多分。そうなんや。人もすごいな。人もすごい。なんかぽい店あるこれ。やば。お肉ドーン。ね。うわー。The large is 5 euro. 5ユーロ。5ユーロですよ。すげえ。これがマリトッツォ、でかすぎる巨大マリトッツォ。じゃあやっちゃん。マリトッツォってこんな大きいもんなん？こんなんやったっけ？こんなんですか？先生。違う。でもね、カットするよって人数分にカットするからって。ちっちゃいのないのって言ったらないこれしかない。でも5ユーロ。5ユーロ、これで5ユーロ。安っ。安い。じゃあどうぞ。どうぞ。食べる。そう。かじらないとでしょ。顔やん。ここかじるな。かじんねんな。そら。いらんこれ。それクリームしか取られへんやろ。オッケー。じゃあちょっと初マリトッツォいただきます。うまトッツォ？生クリームとパン。でも美味しい。生クリームが。大味やな、きっと。でかいから。でも美味しい。美味しい？意外と美味しいよ。ほんま？パンがあっさりしてるからクリームと相性がいいですね。これは全サイズ食べれるの？人間普通はこれの多分5分の1ぐらいですよね、サイズ。じゃあちょっとみんなで食べよう。どう？いいさん。いやシンプルだね。生クリームとパンです。生クリームとパンです。マリトッツォはやっぱりシンプル系なんやな。私を食べるPerché è enorme, è big. Molto buono. Sicuro è una cosa tipica di Roma, Italia. Ma dove where you take it so big? Big? Big. Where you take it? Yeah. Dio mio, I got to see.
Ah, okay. This is typical Roman tradition, and for many years we didn't find it because it was not fashion. Now with the crisis of this last 15 years, many traditional things are coming back. Coming back. Even vermouth, even alcoholic things of the tradition of our bis grandparents. Okay. And this was typical at the beginning of the last century. The Roman people of traditional, especially Sunday, was very important. Okay. Maybe not so big, but but you can find it even like this. Yeah. Bye bye. Bye bye. Ciao. 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 めっちゃおもろい。これはめっちゃ大きいねって言ってこれはたよビッグだよね。でもいちご欲しい。ああ、わかるわ。なるほどねいちご入れたらショートケーキみたいです。でも確かにあれやね、ちょっと柑橘系のものが入った感じがする。爽やかやね。でも確かにたくさん食べれるわ、このサイズ。軽いから。なんか日本で食べる生クリームの味に似てる。食物性かもね。なんかさっぱりしてるから。そんなに生クリーム牛乳臭くない。でもでけえってめっちゃみんなに言われる。でけえよ。でけえ。みんな思ってるのとちゃう。第一猫ちゃん発見。猫ちゃん。この遺跡に猫ちゃんの保護施設があるねんな。もう一匹猫ちゃんいましたよちゃん。あ、来る来る。あ、ほんまや、こっちにも。おる。来てる。ほんまやな。足がちょっと調子悪そうやけど歩いてる。これが猫ちゃんがいる遺跡。猫遺跡。あ、ほら白い猫ちゃんもおるわ。猫ちゃんここにもおった。あ、来た来た来た。ちゃんここにほら、猫ちゃんの顔でウェルカムって書いてる。じゃあ猫いっぱいおったね。いっぱいおった。なんかね、ここは言ったら1993年、1993年かに2人の女性がローマとかの野良猫と捨て猫がどうにかしないとってすごい増えた時に保護施設というか、まだその時は施設になってなくて保護活動を始めて、それがこう広がって今こうやって遺跡の中に施設を作って、そこで全部多分ローマの猫を保護したり、去勢手術とかな、すごいな。めっちゃ頑張ってる、精力的に今も頑張ってますって感じで。中にさ、まあ、中は撮るの NG やって見てたけど、すごいもう目のない猫ちゃんとか、もう片目の子とか手術した子とか、結構やっぱりその保護しなくちゃいけない猫ちゃんたちがやっぱたくさんおったね。譲渡とかもする。だからそこでいる猫ちゃんを見て、お家に家族にしたいっていう人にはちゃんとこうね、猫ちゃん新しい家族に行けるようにっていう活動もしてたっていうね、ローマ一大きい保護施設に来れてめっちゃ良かった。ちゃんはローマに来て一番来たかったのはここやったもんな。あとね、日本の野良猫ちゃんとローマの野良猫ちゃんはやっぱ柄が違うから、すごいやっぱ面白かった。それもまあ詳しくはね、ホームページと URL 載せてるんで、気になる方は猫ちゃん大好きな方はぜひ見てみてほしいね。いや、これもね、日本の保護活動してる人とかはちょっと気になるかも。ね、確かにすごいフリーやったからすごいびっくりしたわ。ウェルカムやったな、すごい。よかった。行こう。ほらいてる。そう、ここの遺跡はああやって猫ちゃんが自由に、そう、いろんなところにおるんだけど自由に回れるようにしてるみたいです。すごい。それもいいよね。
あ、お家帰ってった。すげえ。何これ、パッサージみたいな美しい通り。綺麗ですね。左もや、ほら。うん。すごい人が増えたね、ここはやっぱ観光地らへんなんやろな。すごい人。あ、マリトッツォあるやん。これが通常サイズのマリトッツォやな。サイズ感わかるかな。ちょっとちっちゃいよね。ちっちゃい。だから左のさ、クロワッサンみたいなやつと同じぐらいや。大きい、あれ1個食べたらお腹パンパンやな。こっちやね。うわー、すげえ。でっかでかいね。あやちゃん、これがトリビアの泉。待って、もう一回言って。トレビの泉。トリビの泉か。トリビアじゃないんだ。うわー、すげえ。これはスリおるわ。あやちゃん、はい。コロッセオ着きました。すっごい大きいな。でっか。アルルのね、ちっちゃい闘技場、うん。行ったことがあって、同じかなみたいな思ってたけど、うん。数倍、数百倍、いや数十倍でかかったね。10倍以上でかいよな、これ。すげえな。高さがすごいある。はあ、すごいね。ジェラート持ってった。ジェラート持ってったカモメが。今ジェラートやった？ジェラート持ってった。頭いいね。ねえ。あやちゃんでかいね。これ崩れたんかな、右側。中入りたいな。でももうホテル向かわんとあかんで。これ初めに来た方がよかった。これがセットで行ける丘かもね。